推しが尊すぎてまだ現実に戻れません。あずきソロライブ2025デパーチャー現地レポ動画です。今回の会場はディアリーナレムレム。こちらの会場ではフブさんのフブキングダムアンセム、おかゆのペルソニャーリスペクト、ミオシャのバウアースパークル、そしてあずきのデパーチャー、すでに4回のライブが行われています。ライブ当日に広島から飛行機で羽田空港へ、京急線と JR 線で桜木町駅に向かいます。車内から会場が見えてきて期待が高まってきます。駅から徒歩10分ほどで到着です。会場に向かうにつれて開拓者と分かる人が増えてきて、ライブに来たんだなということが実感できます。ディアリーナレムレムゲス。今回は先行発送でライブグッズを購入済み。物販エリアの隣には駐車場があり、板車がたくさん止まっていました。板車、プラスタ、自作グッズ配布、応援広告などいろんな押し方があっていいですね。次に応援広告を見て回りました。みなとみらい駅。次に新高島駅。横浜駅。最後に桜木町駅。会場周辺のコンビニのチアスポットにも応援広告が、ホロライブプロダクションのサイトには応援広告が紹介されるようになっています。原則3ヶ月はイラストも掲載されるので、見れなかった方はぜひサイトで確認してください。続いてライブ前の腹ごしらえに楽しみにしていたコラボフードを食べます。まずはコラボチュロスから。ほとんど並ぶことなく購入もスムーズでした。文字チュロス初めてでしたが、外はカリカリで食べ応えありました。美味しかったです。続いて予約していたクラブ38であずきマカレーセットをいただきます。ランチョンマットもオプションで購入。あずきを使用したキーマカレーとのことでマイルドな味を予想していたのですが、思ったよりもスパイシーで3皿くらい余裕でいけそうなほど美味しかったです。コンビニで購入しておいたスポーツポーチさんの新聞と VTuber スタイルを読みながら会場まで休憩しました。食べ終わってから旗ついてなかったなと気づきました。会計時にお願いして旗だけいただきました。いよいよ入場です。チケットは S 席のアリーナでした。 S 席はスタンドもありましたが、アリーナ後方よりはスタンド前方の方が嬉しいと感じるのは自分だけでしょうか。入場してすぐフラワースタンドが設置されていたので撮影。中央にはキービジュアルの等身大パネルにあずきのサインも書いてありました。一通り撮影し終わったので客席に向かいます。席は中央寄りの前方で、両席じゃんと思っていたらブロックごとに番号を振るのではなく、アリーナの左から右に番号を振っていたようで、なんと最前列という紙席に分けました。まさかの最前列、信じられない気持ちと嬉しさが入り混じってしばらく現実感がありませんでした。ここからはライブの内容に触れますのでネタバレ注意です。アーカイブのスクショを用いて振り返っていきます。2025年6月25日にリクターエンタテインメントを離れて音楽関連の所属がフォローライブとなったあずき。新 EP を引っ提げての今回のソロライブ、過去と未来、これまでとこれからのあずきを歌で表現してくれるのではないかと思います。まず最初にステージ演出についてお話しさせてください。少しめたい内容ですが、今回のステージは中央に大きなディスプレイ、上部に幅が広いディスプレイ、左右に縦長のディスプレイがあります。中央には 3D ステージ上で歌うあずきの映像が表示されます。3D ステージの映像が現実のライブステージに溶け込んでいますよね。それは 3D のステージの一部を現実のステージで再現しているからだと思います。バーチャル空間をリアルに拡張して、バーチャルとリアルの境界を意識させないことで現実の舞台に実在していると感じさせられる表現だと思います。
さらにサイドのディスプレイのおかげで奥行きも感じられます。またリアル会場の照明とバーチャル空間の照明が連動しているのも素晴らしい技術ですよね。アーカイブでは実写カメラの映像に加えてバーチャル空間の映像や実写と 3D を合成した AR カメラの映像を組み合わせることで映像作品としての完成度も半端ないです。皆さんもぜひアーカイブを配信チケット見る箱でご視聴ください。続いてはライブの演出です。今回は事前に各楽曲の冒頭でステージ上部の装飾がペンライトカラーに光るという演出がありました。ペンライトカラーを覚えていなくても大丈夫だしライブに集中できます。オカユンのセカンドライブではマイクがペンライトカラーになっていました。非常にオタクに優しい演出です。そしてこの装飾の役割はこれだけではありません。ライブの進行に合わせてアルファ、ベータ、ガンマと変化していきます。衣装も次々に変化していきあずきがこれまで歩んできたルート、活動の軌跡を楽曲や衣装とともに振り返ることができます。ここからは楽曲の感想です。今回は生バンドに加えてバイオリンも参戦とのことでこの日限りのアレンジも多いだろうと期待が膨らんでいました。ゲストにスイちゃんが決まっていたこともあってスイちゃんと歌曲、バイオリン、EP のボーナストラック、これはフィフスフェス以来のあれが来るのではないかと皆さん期待していたのではないでしょうか。オープニングムービーがバンド演奏とともに始まり映像も相まってすでにエモかったのですが初っ端からソロライブ新衣装、過激衣装で登場。アカペラから始まった未来カンパネラにそしてあずきの歌声に一気に引き込まれました。曲が終わりステージの装飾にアルファが映し出され井の中時代を彷彿とさせる黒い衣装にカラーチェンジ。そこからメドレーで初期の楽曲を6曲披露。メドレーはペンライトカラーを変える余裕なかったです。 MC を挟んで無料チラ見せはここまで。続いて一緒に歌おう、みんなの声聞かせてという掛け声とともに始まったのが From A to Z。 何度聞き直してもあずきの歌と開拓者のコールに感動します。続けて Without You リアレンジ楽曲が2曲続きます。曲の終わりにファースト衣装のあずきが現れ悲鳴にも似た歓声が活動終了予定だったルートアルファのあずきとお別れをするような演出。過去の自分への鼻向けのような思いも曲に込めているのでしょうか。終わりの向こう側を目指すルートベータに突入。カラーライズ衣装へチェンジしてインターンセクション、画面の中の君が好き、オーバーライトの3曲が続きます。インターンセクションはアレンジがかっこよくてバンドメンバーの紹介もあり生バンドの良さが前面に出てました。画面の中の君が好きでは歌詞がライブバージョンに。そして井の中ミュージックでの最後の曲オーバーライト、これまでのあずきを振り返るようなライブ演出でより歌詞が染みます。放水衣装にチェンジしてリアレンジ楽曲がまた2曲続きます。フロンティアローカスで優しい歌声に会場が包まれたのもつかの間。青い夢のリアレンジでよりエモーショナルなサウンド、儚くも感情が乗った美しい歌声に号泣。畳みかけるようにセカンド、サード衣装のあずきが登場。感情がもうやばいです。本当にこの演出はずるい。ドレス衣装にチェンジ。ホロライブに出席後4ヶ月連続リリースした楽曲からアフターブローとカノークスを披露。4周年記念グッズの EP に収録されていますがジオゲッサーからあずきの配信を見るようになるもグッズを購入するという概念がなかったために所持。聴かせる曲が多くリリース順に聴くのが好きなので再販希望です。ルートアルファ、ベータとこれまでを振り返りお別れをする中で成長してきたツタが芽吹きルートガンマに突入。このステージ演出も大好きです。ステージが変化していく様子もアーカイブでぜひ見てほしいです。井の中が終了しホロライブで活動を続けメジャーデビューするという道にたどり着いたルートガンマ。まずはゆるふわ私服衣装でおメガネコを披露。可愛い以外の感情が消え失せました。ライブももう後半戦。 MC でもっともっとみんなの心の奥まで音楽を届けていきたいと語るあずき。過激衣装に戻り歌うのはエンドロールは終わらない。この曲は会場で聴いたバイオリンの音色が特に心に残っていて今でも鮮明に思い出せます。そして次の曲は命。生でこの曲を聴けるなんて夢のようでただただ感無量です。曲が終わり静まった会場にソロライブのティザームービーにも似た映像が流れ始めます。これまで歩んできた世界線と活動の軌跡があずきを未来への扉へと導きます。ここまでのライブ演出とストーリーがこれから先の未来への期待を膨らませてくれます。そしてついにゲストのスイちゃん登場。ザ・ラストフロンティアのイントロに会場が盛り上がります。ここでは触れませんがスイちゃんとあずきそしてこの曲の文脈についてはホロライブ速報さんの切り抜きを見るのをおすすめします。とは言いつつこの2人の
MC でスイちゃんへのサプライズを行い、次の曲はアスターの新曲 Going My Way。 アスターのこれからを感じさせてくれます。信じられませんがライブももう終盤。新 EP リスタートから白メイン、バイオリンとギターの音色が感情を揺さぶります。ラストはインタビューでライブの最後の方に歌いたいと話していた。雨のち晴れ晴れ、しんみりとしますが晴れやかな気持ちが広がります。ライブという枠を超え物語として完成されすぎていて、脚本家呼んで短編映画制作してくれと余韻に浸るのもつかの間。アンコールが明けてライブ T シャツで歌うのはオキドキ。天井から風船が降り注ぎ、ラスサビでは銀ペットが飛びました。 MC を挟んで最後はこの日のために作ってきたという新曲フェアレル。ライブ翌日からリリースされています。あずきがこの7年間歌に込めてきた様々な思いをこのライブを通して一人でも多くの方に感じていただけたら嬉しいです。最前列がゆえに逆に銀ペットが取れませんでした。フェアレルの最中割れないか心配だった風船を持ち帰りました。セットリストはメドレーもありましたが、まだまだライブで聴きたい曲は多いです。皆さんはセットリストになかった曲で聴きたかった曲はありますか？今回の現地レポはここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひアーカイブを、配信チケット見る箱でご視聴ください。